今日はこちらです。何でしょうもう大体わかるかなちょっと開けてみましょう。お、すごい、なんか出しちゃいます。よいしょ。なんだこれ。携帯の SIM ピンみたい。なんだこれ。なんだろうね。携帯電話か。こちらです。よいしょ。さあ、今回はオーキテルの P1000 プラスというポータブル電源をご紹介させていただきます。で、このオーキテルっていうブランドなんだけど、20年ぐらいかな、できて。世界60カ国でいろんなものを販売してて、スマートフォンとかタブレットとかそういうのを多く扱ってる会社です。で、今回の P1000 プラスっていうポータブル電源なんだけど、容量が 1024Wh です。なんで程よいね、大きすぎもせず小さすぎもせず、初めて最初にポータブル電源を買われる方とかには一番いい大きさかなと思います。で、これぐらいの容量があったらできることもすごい幅が広がるんで、最初の1台目はこれぐらいの容量がいいかなと思います。重さが 11.6 キロ、約12キロぐらいなんで、男の人なら余裕で片手で持てます。女の人でも十分運べる大きさだね。18キロとか20キロ25キロになってくるとなかなか片手で持てなかったり、こう持ち運びが大変になってくるんで、これぐらいの大きさだと簡単に持ち運べるから、こう家の外に持ち出すこともできるし、いろいろと用途は広がるかなと。ですごいね、これ取っ手がこんなしっかりしてる。本当だね。いいね。で、取っ手もこうしまえるんで上もフラットになるし、でサイズが 346mm の 228mm で、高さが 238mm です。なので結構コンパクトじゃない？ね、こんな感じで一周回すとこんな感じです。持ち運びやすそうだね。まず前面にいろいろ電源ボタンとDC のボタンだったり AC のボタンだったり、こういうポートね、コンセントとか USB-C とか、全部前面にあります。で、側面がもうめちゃくちゃ分かりやすい容量書いてくれてる。で、後ろに出力が書いてあるね。これちょっとまだ説明してないんで後で説明します。で、日本語でいろんな説明が書いてます。ちゃんと全部日本語で書いてあるんで安心だね。で、こっち側で、ここがこういう充電のポートだね。ポータブル電源を充電する用のポート。ここがコンセントから充電する時のポートで、こっちがソーラーパネルとか、あと車のシガーソケットとかからの充電ポートだね。こんな感じです。で、前と付属品が説明書と、あとね、これがね、どうやら携帯とつながるらしい。アプリでなんかいろいろ管理できるみたい。それと、これが保証書だね。保証書、日本語の保証書と、あとこれが充電する用の線になります。あとね、これ携帯の SIM ピンみたいなのが入ってて、これで何か多分アプリとの設定をするっぽいです。リセットとかするのに使うのかな。これが付属品です。まず今全体をちょっと見てみたんだけど、次にこれの仕様だね。このポータブル電源のバッテリーのセルはリン酸鉄リチウムイオンを使ってます。なんで高寿命で安定性が高いと。リチウムイオンバッテリーの中でも安全なリチウムイオンバッテリーを使ってます。そして長寿命なの。寿命が3500から4000回ぐらい、なんで毎日充放電を繰り返しても10年以上は使えると、そういうようなバッテリーになってるんで、長く使えて安全性も高いと、そういうポータブル電源になってます。3500回から4000回充放電を繰り返しても元々のバッテリー容量の 80% をキープできると。で、
それ以外にこのポータブル電源が UPS 機能を備えてるのね、UPS っていうのが無停電電源装置っていうやつで、でこれを家庭用のコンセントからまずつないでおくでしょ、でここから家電につないでおくと、家が停電した時ね、に自動でこっちからの電源に切り替わってくれると、でそれが10ミリセカンドで自動的にパッと切り替わってくれるんで停電時の対応もできますよと、そういうような機能も備えてます、後ろに1800って書いてたと思うんだけど、それが何かっていうと家庭用のコンセントで使える出力です、要は1800ワットまで家電製品が使えますよということ、それこそ携帯の充電をコンセントでしても多分せいぜい30ワットぐらいだし、LED 電球なんて10ワット前後だし、で冷蔵庫なんかも、起電力は一瞬大きいんだけど、動いちゃえば100ワット前後で動くし、そんぐらいのもんなのね、1000ワット超えてくるものっていうと熱を持つものとか、瞬時に何かするものとか、そういうもので分かりやすいのでいくとドライヤーとか、あとは電磁調理器とか、1500ワットぐらいの出力が必要になってくるのが電子レンジなんだけど、これ1800ワットまで使えるんで、多分電子レンジもいけると思います、でちょっとねこの後このポータブル電源使って夕飯作ってみようと思うんだけど、その時に出力はちょっとテストしてみようかなと思います、もちろん AC 出力は純制限波で周波数も 60Hz、50Hz 両方に対応してます、これはさポートが多いね、コンセントで4つでしょ、USB のところで1234でしょ、 DC の出力が12、これもかな、そうだよね、シガーが1個だから DC の出力で3つだね、これでトータル11ポートあると、ほぼポートに困らず使えるし、最近うちもそうだけどさ、携帯電話の充電器持ってなくても大丈夫、もう直接ここから線だけ持ってれば大丈夫だよっていうような仕様になってるんで、何かと使い勝手はいいですね、でちょっと細かいところを見ていこうか、じゃあまず電源から、電源オン長押しです、入りました。で今残量 46%、で今何も負荷がないでしょ、何もつながってないんで99時間使えますよと、でこれはもう99までしか表示されないからこういう表示だけど、ここで大体の目安も分かります、でここにこういう AC、DC、 あとここにライトのボタンがあって、例えばライトを押すとつきます、こんな感じだね、で AC をしたら AC がつくはず、ここら辺に出るんじゃないかな。 AC からやってみようか。 AC っていうのがコンセントね、家庭用のコンセント、ついたね。ここにちょっと実際動かしてみるね、この扇風機多分20ワットとか30ワットしか出ないと思うけど、これでオン、こんな感じ。そうだよね、ここにワット数も出て今23ワット出てます。で11時間使いますよと、ここで実際の出力も出るから分かりやすい、次じゃあケトルやってみます。でケトルがね多分1000ワット以上出ると思うんだけど、これ1800までいけるから大丈夫だと思う。どうでしょう。すごいね、1217ワット、でここもあと残り19分しか使いませんよって出た。さっきまで時間が出てたと思うんだけど、ミニッツになったね。そう、でも余裕だね、すごいね。これ1200ワットも出てんのにファンもまだ回ってない。静かだね、めちゃくちゃ。普通もう1000ワットとか使うとグングンなるんだけど、すごいね。しかも夏だしね今、外もちゃんと出ます。 OK、ちゃんと動いてます。後で実際キャンピングカーに持ち込んで夕飯作ったりするんで、電子レンジとか使ってみようと思うんで、もうちょっと出力上げたりはできると思うから、そこは後でテストします。USB がこれすごいよ。 USB-C が2口あって、こっちは100ワットだって。PD100 ワット対応、なんで MacBook Pro とかも早く充電できますよっていう、でこっちは USB-C の20ワットで USB-A も2つあって QC3.0 MAX18 ワットで2口あると。
さあじゃあ USB-C で充電してみます。ここだね。はい。でこれすごいね、一個一個に蓋があって、結構ホコリっぽいところで使う時とか安心かもね。そうだよね。はい。お、してるね。お、すごい20ワット出るんだ。すごいね。23ワット。まあ、この携帯自体が急速充電できないからちょっと遅いんだけど、お、すごいすごい。さあもう一個は USB-A から充電してみます。こっち今23ワットで、こっちこれもね、iPhone も遅いんだよね、充電が。とってもね、10ワットぐらいしか出ないんじゃない？ iPhone 側の問題だと思う、多分。ね。あとここがね、シガーのソケットになってるんだけど、このシガーは、まあ、これを押してあげるとこう DC をつけてあげて使うんだけど、でこのシガーのソケットが、まあ、何かっていうと車製品だね。シガーソケット、車のシガーソケットで使う製品をここから使いますよっていうことなんだけど、ここがね、出力が 12V の 10A、マックス 120W 出せます。はい、でこっちがね DC5210 っていうアウトプット、こういうなんか線でプチッと刺すのあるじゃん、それの出力がもうここについてて、12V の 3A なんで 36W 出せます。それが2口ついてます。使い方としては、まあ、例えば USB-C のポートが今2つあるけど、もっと USB-C で充電したいと、まあ、なんなら USB-A の線も持ってませんとかっていう人も中にはいると思うのね、そういう時はここのシガーソケットに車用のカーチャージャー売ってるじゃん、シガーソケットの 12V を USB-C に変えるアダプターみたいなのね、でそれの2口とか3口のを使うとここから USB-C も取れますよっていう、そういう使い方もいいかなと思います。今ねモバイルバッテリーを持ってきたんだけど、これがね多分 40W 以上 50W ぐらいで充電できるやつがあったんで、ちょっとどんくらいか試してみます。どう出力、あ、やっぱそうだね、 50W 近く出るよね。45W 5とか6だよね、出してますね。でマックスここ 100W 出せるから、まあいろんな条件があって、この線もそうだし、充電される側の温度とかにもよると思うんだけど、急速充電可能ですね。今のが出力ね。でこっち側横向けると、ここにこのポータブル電源を充電するポートがついてます。ここにね、これとここでこの付属の線があるんで、ここにこう挿してあげると、こんな感じで、これを家のコンセントに挿してあげたら充電されます。で、まあ、ポータブル電源で一つ大事なところが、どれぐらいのスピードで充電できるかっていうところだよね。これは急速充電ができて、マックス 1200W で充電されます。すごい早いだから、1時間かからないで 80% 充電できるみたい。まあ、55分で 80% の容量充電できて、0から 100% までは 1.1 時間だから70分ぐらいで充電できると、めちゃくちゃ早いです。これは急いでる時とか助かるよね。そうだね。こう充電し忘れててとか、でここがね1個助かるのが、ここにボタンがあるでしょ、こういう急速充電と低速充電、でこれを低速充電にしといたら早く充電しないのね。まあそれどういう時に必要かっていうと、まあ、早く充電する必要がない時ね、やっぱ早く充電すると 1200W って言ったらすごい出力でしょ、もうずっとドライヤーつけっぱなしぐらいの出力で充電するんで、キャンピングカーに乗ってるインバーターを介して充電するとかっていう時に、あまり 1000W 以上で充電したくないとか、まあ、そもそもの車についてるインバーターが出力 1000W 以下とかね、そういう時には急速充電が使えないと、その時はここを低速充電にしといてあげればマックス 500W 以下で充電されるんで安心です。だからうちもこれキャンピングカーに乗っけてこう車の中で充電する時はおそらく低速充電でするよね。このポータブル電源なんだけど、この AC コンセント以外にソーラーパネルとか、あとは車のシガーソケットからの充電にも対応してます。でそれぞれの線は付属してないんで、
別で買うか家にあるのを使わないといけないんだけど、はいここがそうだね XT60 のポートになってるんで、XT60 をこっちに挿してあげると、で線の反対側をシガーソケットにしてあげたら車からの充電ができる、で車からのシガーソケットからの充電は 12V8Aなんでだいたい 100W ぐらいで充電されます、もしくは 24V にも対応してて 24V の 10A でも充電できると、でそれが車載での充電だね、でもしくはソーラーパネルで充電するときはこっち側を XT60、でこっちの配線の反対側をだいたいソーラーパネルって MC4 になってるから、MC4 を準備してあげたら大丈夫、ただ気をつけないといけないのがこれ出力ソーラーパネルの最大出力は 500W までです、で 500W のパネルを使ったら最短2時間ぐらいで充電ができると、なかなかね 500W のパネルで 500W 出ることのないから、2時間でちょっと厳しいと思うんだけど結構早く充電できますよと、だからこの 500W 入力できるっていうのは結構すごいね、でただねここにも日本語でしっかり書いてあるんだけど注意が必要で入力電圧はすごい気をつけてください、でこれは 12V から 50V まで最大 50V までしか使っちゃダメです、なんで 60V のパネルとか使うとこれが壊れちゃうから、ソーラーパネル側に絶対書いてあるから、最低 12V 最大 50V までのソーラーパネルで充電するようにすると、で 50V10A で充電してあげたら 500W で充電できますよとマックスね、そういうポートもついてます、で今回ちょっとソーラーパネルとか車載の線がないんでテストはできないけどこんな感じです。でちょっと充電してみるね、注意が必要なんだけどマックス 1200W 出るから、1200W ってことは 10A 以上流れるのね、12A 電流が流れるんで延長コードとかは使っちゃダメです、結構延長コード使うと熱くなっちゃうし危ないんで直接家のコンセントから挿すようにしてください。今500は今低速になってるでしょ、スピードがね。そうだよね、今低速モードにしてます、なんでこれぐらいだね、500W ぐらいをキープしてます。ですごい UPS モードもついてるね。でこの UPS モードの時は要はここに次の家電をつなぐでしょ、家庭用家電を、その時にこっから充電されるんじゃなくて直接家庭用の電気からバイパスモードっていうのかな、家のコンセントから電気を使用すると、家電製品も、そういうようなモードで家が停電になったら自動でこっちからの電源に切り替わりますよっていうのが UPS モードです、で UPS モードはね最大電流が 10A までなんでトータル 1000W までだね、1000W までの家電に対応していると、よしじゃあちょっと高速充電に変えてみます。上がった。上がっていくね、すごいね、一気に 1200W、すごいじゃん。すごいね。でこっち側に出るね残り何分で充電できますよっていうのがあと32分で充電満タンにあと 60% ぐらいになりますよと出てます、いいね。ここかな、このモバイルの設定してみます。これが点滅してるね今、それでいいと思う。できました、これだね。でねアプリのやり方全部書いてあるんでこの紙に、これ見たら簡単です。でねすごいぞこれ。今の充電スピード今低速にまた書いてるんだけど、500W でしょ。で温度も出てる35度とか全部細かく、すごいね。でねいろいろなんかできるっぽいよ。こっちの他デバイス他っていうのを選ぶとここで 50Hz、60Hz の切り替えとか、で AC の出力電圧設定っていうのがあってさ、これすごいぞ。
これはなかなかないね。100、110、120が買えれるって、うん、今まででも1回ぐらいしか見たことないんだけど、まあ普通は使わないけど、うん、それこそアメリカから帰ってきた人とかで、うん、アメリカの製品いっぱい持ってるとかね、うん、そういう人には便利。アメリカ110とかでしょ、うん、ボルトが。だからアメリカの掃除機とかさ、ミキサーとかね、であとはここら辺は自己責任にもなってくると思うんだけど、昇圧機を使っていろんな工具使う人いると思うんだけど、うん、そういう時にこれすごいかもしれない。あとはこれはなんだ、ここら辺は触れないんだね。でここの AC 充電電力設定っていうのが今100にしてるでしょ、うん、で今ここの下のポッチで低速にしてるんだけど、うん、だからマックス 500W じゃん。で 500W で今 500W で充電してるんだけど、これを多分50にしたらマックス250になるんだと思う、多分ね。あ、ほら落ちてきたでしょ、ほらね、うん、500W に対する出力 50% とかにできるってこと、細かくもっとできる、なるほど。だからよりあまり早く充電したくないとかね、負荷かけたくないと、キャンピングカーとかに、そういう時はこれで細かく設定できますよと、これでこうすると 100%、 すごいよ。そしたら多分上がってくる。これしたら多分さ、この本体側のこの高速低速やんないでも常に高速でいいかもしれない。そしたら 1200W 出ちゃうでしょ、まあ出ちゃうというか 1200W で充電してくれるんだけど、これにしとくと、これをじゃあ例えば3、400W で充電したいなとか思ったら、ここで例えば出力を 30% まで落としてあげると、そしたら多分 400W ぐらいになるんじゃない？これで多分落ちていくと思う。400、あ、そうだよね、400W 以下だよね。360W、あ、そうだよね。すごいね、これめちゃくちゃ細かくコントロールできるじゃん。面白いね。面白いし便利だな、これはめちゃくちゃ。素晴らしいな。このアプリは絶対使えるようになっといた方がいいね、めちゃくちゃ便利です、これできたら。まあこれちょっと100にしとこうか。周波数変えるのと電圧変える、まあ電圧変えれるってすごいけどなかなかないからです、温度もわかるしね、で容量もわかるし、出力で使ってたらここにアウトプットで出るから、実際使ってる時にいちいちこの画面見に行かなくても、アプリで見れると。なるほど。そういうことだよね。だから便利だよね。携帯でちょっと見づらいところに置いてたりしたら、やっぱアプリ使えるってめちゃくちゃでかいね。そうだね、よし、では充電満タンになったんでキャンピングカーに入れて料理してみます。さあ今日は鶴屋縛りです。はい。鶴屋のさオリジナル冷凍食品をいっぱい買ってきたんだよね、この前ちょうど鶴屋に行ったんだけど、別の動画の時に、その時に冷蔵庫乗っけてたからまとめて買ってきたの。こんな感じ。すごいね。ブイヤベースオニオングラタン、オニオンチーズグラタンスープ、あとオムライスペンネグラタン、あとこのハンバーグが2つ。よし、早速やっていきましょう。結構コンパクトだね、これ。ここに乗っけても全然狭くない。充電ね、やっぱ30分ぐらいで満タンになりました。早い、めちゃくちゃ。で AC、はい。で全部これ電子レンジだよね。そうだね。電子レンジはここにあります。これが湯煎でした。あ、これ20分だって湯煎で。あ、そう。まあいいか。じゃあ電子レンジやって余りの電気でさ湯煎してったらいいじゃん、そうだね。ここに電磁調理器あるんで、そうしましょう。そうしましょう。加熱時間は500ワットで4分だって。OK。あ、袋を開けずにそのまま電子レンジでこういう感じだ。超楽だね。じゃあまず1つ目から。1、2、3、4。スタート。おお、1400、1500ぐらい。大丈夫だね。
あと400ワット使えるからさ、あとこの湯煎を始める。湯煎で、そうだね。こんなもん。お、1800ワット。1760ワットぐらい。さすが1800ワット出せるから余裕です。すごいね。すごいすごい。なかなかさ、この電子レンジを30分使うっていうのは普通の、なんか破裂したぞ、いいんだよね。なかなかこの電子レンジをさ30分使い続けるっていうのは普通ないシチュエーションでしょ。そうだよね。なかなかないよね。せいぜいなんか温めるのに 2,3 分、ね、お弁当温めるのも2分ぐらいだし、そうだよね。そう考えると相当長いんで、これはこのポータブル電源の耐久テストも兼ねてみたいなところなんで、でこれだと多分あと30分ぐらいでなくなっちゃいますよって出てるでしょ。さあもうすぐ1個目できます。おお、できた。いい匂い。いい匂いしてる。お、熱そう熱そう。お、熱い。できてる？できてると思うよ。結構熱くて持てません。お、めっちゃいい匂いする。よいしょ、できた。はい。はい、1個目。はい、まず1個目。次も4分。別にここ急ぐ必要ないんだよ。ゆっくりでいいんだよ。いや、急がないと。どんどん冷めて。冷めちゃうからね。さすが1800ワットまで出力出せるとすごいいいね。そうだね。この電子レンジを余裕で使えるのもそうだし、電子レンジをやりながらこっちを使えるっていうね。この300ワットでゆっくりケトルも使えるっていう、すごいいいです。そしてね、この出力が1500ワット前後ぐらいのだと結構電子レンジが動かなかったりすることもあるんだよね。そうだね。ちょっと不安定になったり、なんか途中で止まっちゃったりっていうのがあったこともあるんで、これはめちゃくちゃ安定してます。すごいよ。結構レジャーにいいかもね。これはレジャーにいいね。さっきキャンピングカーに乗っけたでしょ、で片手で持ってたでしょ、だから女の人でもまあ重いけど運べないことは全くないから、大丈夫大丈夫、ね、家で充電してこうキャンプに持っていくとか、あと今だったら海行ってさ、濡れて髪の毛乾かすとかもできるし、さすがに海のその砂浜にずっと置いといたらさ炎天下でまずいから、それはそうだね、キャンプにもすごい使いやすいし、で僕らこういうキャンピングカーでも持ち運んで持つっていうこともできるし、で普通の車でも全然場所取らないじゃん、これなら。コンパクトだからね、とっても。で車に持ち込んで、そうさっき言ったように髪乾かしたりもできるし、それこそケトル持ってったらさ、余裕でケトル動かせるから、そうだね、ケトルで何十リッター作れるよっていうぐらいできるじゃん、この容量あったらね。だからケトルでカップラーメンとかもできるしさ、まあいろいろ用途は広がるよね。どんどんできます。冷めないように重ねとこう。はい、次。あ、そっちは袋から出すんだ。蓋を外して、2個終わった時点でまだ 80% 残ってる。余裕です。オニオングラタンとブイヤベース。へえ、美味しそうだね。まああとさ、そういうキャンプとかそのレジャーとかで使うのもすごいいいと思うんだけど、で俺がね最近こういう使い方がいいなと思ってるのが、今俺が寝てるところって周りにコンセントがないのね、だから携帯とか iPad とかの充電をモバイルバッテリーでやってるの、でモバイルバッテリーの容量が2万ミリぐらいの結構大きいの使ってるんだけど、それでも1日でなくなっちゃうのね、だから結構面倒くさくて昼間モバイルバッテリーを充電して夜枕元に持ってってみたいな、それが結構面倒くさいんだけど、このポタ電だったら全然持ち歩けるじゃん、で充電もめちゃくちゃ早いからさ、1時間ちょっとで 100% になるでしょ、で1回 100% にしたら多分10日間ぐらい持つのね、携帯電話とか iPad の充電ぐらいだったら、あとは1週間に1回ぐらい充電しにコンセントに挿すぐらいでいいから、そういう使い方もちょっとイレギュラーだけど便利です。そしてそこにライトあるでしょ。そう、このライトがあるから夜電気消してから手元すぐ明るくできるっていうね、そういうのもめちゃくちゃ便利。
やっぱりあとは防災だよね、防災対策として1個持っとくとめちゃくちゃ安心だよね。でシガーソケット用のコード準備したりソーラーパネル準備しとけばさ、100ワットでも200ワットでもソーラーパネル持っといたら、ちょっとソーラーパネルで充電したら携帯の充電なんか余裕でできちゃうんで、やっぱ1個あると防災対策とかね、その災害対策にもすごい安心なんで、できました。順調。まだ 66% 残ってる。さあ残り1つできました。あーすごいな、 55% も残った。意外といけるね。すごいね。よしできた。いいね。この最近結構冷凍のパスタとかあるもんね。そうだね。あれも意外と長いじゃん。5分ぐらいしないとダメだけど、これなら余裕です。全部開けます。これも美味しそうだな。これオニオンスープ。わあ美味しそう。いいね。あらまあ、このつるやの、さあできましたよ。このポータブル電源で完璧なのできた。どうぞ。いただきます。結構残ったね。容量、半分以上残ってる。美味しい。美味しい。美味しい美味しい。全部つるや縛り。こちらもどうぞ。こちらはオニオンスープだよね。そうそう、チーズも入ってるし。ああこっちも美味しい。美味しい。美味しい美味しい。あいいね。結構いいね。でハンバーグを乗せてしまいましたよ。もう上に。いやー美味しそう。すごいね。結構チーズだね。美味しい。いいね。チーズいっぱいだ。うわ美味しいこれ。いいじゃない。こっちもあげる。ご飯？オムライス。オムライスか。うわ美味しそう。美味しい？美味しい。結構美味しいね。つるやの冷凍食品。やっぱこのポタ電一つあるとさ、一気にこのご飯のバリエーションが増えるよね。そうだね。普通こうどっか出ててさ、もうパパッと食べたいなと思ったらコンビニのおむすびかパンかそこでチンできるものぐらいじゃん。だけど電子レンジが使えるとか、お湯が使えるってなったら、まあポタで持ってくだけじゃ電子レンジないとダメだけど、お湯ぐらいは持ってけるからさ。そうだね。そしたら一気にバリエーション増えて、ちょっとなんか楽しくなるよね。そうだね。なんか旅が豊かになるというか、おすすめです。